みんな、こんつっき、今回も見に来てくれてありがとうね。はじめましての人は、はじめまして。銀髪きつね耳セクシーお姉さんのツッキーです。今回は会社を辞めて専業 VTuber になるまでの話をしていくよ。前回までの話が気になる人は概要欄にリンクを貼っておくので、よかったら見てね。そもそも、デビューした当初の私は会社員だったわけなんだけど、次第に VTuber との二足のわらじが限界になってきたのよね。そんな限界が近かった私が取った行動は、仕事中にこっそりサボること。例えば、背もたれのない椅子で器用に寝たり、コピー取るふりして寝たり、挙句の果てにオフィスの横に併設されていた倉庫の床でがっつり寝たり。とにかく暇を見て、体を休ませることばかりに気がいって、仕事どころじゃなかったってわけ。それでももちろんお給料をもらっているわけで、きちんと仕事はしなきゃってなるわけよ。そうした結果、私は、翼を生やそうと、めちゃんこレッドブルを飲んだ。結果、ますます体調を崩して、見事に倉庫の床で元寝をすることが当たり前になってしまったわけよ。もちろん、ちゃんと仕事はしていたよ。会社員なのに自分のデスクで仕事をしなくていいのかってツッコミがあるかもしれないけど、うちの会社が外資系だったからか、固定のデスクはあっても、どこで仕事しても OK だったんだ。だから、カフェで立ちっぱなしで仕事したり、倉庫でこっそりじゃなくて、オフィス内にある仮眠室で自分なりにリズムを整えながら、配信も頑張ったってわけ。それに加えて、会社から支給されたのが初めての MacBook ってこともあって、こっちの操作に慣れるのも苦労した。だって、私はもともとクリエイターじゃないもの。ノリで VTuber 始めただけの素人だもの。慣れるのもそりゃ大変ってわけよ。そんな慣れない環境でアクセクしている日々を送っていると、実の妹であり、今のツッキーの原型を作ってくれた次のうさぎが突然、こんな提案をしてきた。ツッキー、これ応募しなよ。画面に映し出されていたのは、YouTube とは別の配信プラットフォーム。この時はすでにデビューして半年が経っていて、配信もライブ 2D でのものに切り替わっていた。会社との両立は苦しかったけれども、何かと配信に慣れてきた頃。そんな時期の月のうさぎからの提案は、嫌な予感しかしなかった。とりあえず、やってみよええ、でも今は YouTube だけで十分だし、う。やんないならもう絵描かないよ。それはちょっと応募すぎるって。じゃあ、やって。応募して。月のうさぎのよくわからないご了承で、別のプラットフォームでの活動にも手を出すようになってしまった。結局、私は毎日2時間配信した後に、YouTube で2時間配信、計4時間配信を休みなく行うことになった。けれど、新しく参入したプラットフォームは、イベントスケジュールが苛烈を極めていた。ガチイベントの時は、毎日そこだけで4から6時間配信は当たり前。もちろん、ただただ配信しているだけじゃイベント上位にはなれないから、膨大な量の課金スタンプが飛んでくる。リスナーの頑張りがあって、1位や2位、3位に入賞できたり、称号をもらえたりしたけれど、それよりもリスナーの疲弊がどうしても気になった。一回のイベントを走るだけでも、リスナーに大きな負担を与えてしまう。そんな現状が私には辛くて、ガチで走るのは1ヶ月でやめた。別に新しいプラットフォームで何かを得たいわけではないんだなと気づかされた。
私はただただ、リスナーとワイワイ話して楽しみたいだけなんだなって。だから、そのプラットフォームからも1年を待たずに撤退した。YouTube だけで十分だと悟ってしまった。ついでに、会社も退職した。毎日6時間以上配信している私にとって、会社勤めよりも配信でリスナーとワイワイしている方の優先度が高くなっていた。それに、会社にいる時の自分が偽物のようにも感じられた。本音を隠して、こそこそと配信の疲れを取ったりして。YouTube で配信している時の私の方が、とても素直でいられて、とても気が楽だった。だから、会社を辞めたことに後悔はしていないよ。収入は3分の1になっちゃったけどね。でもこうして私が今も配信できているように、きっとこの生活が私には向いていたのかもしれないね。誰かのためじゃない。私自身とリスナーさんとで楽しめる生活が。というわけで、ツッキーの自己紹介動画第3回目でした。最後まで見てくれてありがとうだよ。配信でも顔を出してくれると嬉しいな。それじゃ、おつっきー。